こんにちは、ほやです。今回は、神奈川県の真鶴の磯で生き物を探します。大きめのタイドプールで少し潜ったりしながら、小さな生き物を探しました。早速、岩の隙間を覗いてみたら、いろいろな魚が目の前を横切っていきます。少し眺めてみましょう。ざっと見たところ、蝶々を、親ビッチャ、スズメダイがいましたね。小さいキタマクラも出てきました。こっちには、トゲアシガニと、精進ガニがいます。蝶々が、何かを食べていますね。こういった、岩の隙間には、いろいろな生き物が隠れているので、磯遊びに来た時には、覗いてみると、楽しいですよ。白線ミノウミウシを見つけました。体長は5ミリくらいの小さなウミウシです。その名の通り、体に白い線が、たくさん見られます。目のように見える、赤い斑点が可愛いですね。相模湾の磯では、石をひっくり返したところに、よく見かけるので、それほど珍しい、ウミウシではありませんが、世界的には、日本近海にしか、ほとんど生息域が見られない、珍しいウミウシのようです。二筋ミノウミウシを見つけました。体長は8ミリ程度で、先ほどの白線ミノウミウシと同じくらいです。元気に動き回っていますね。意外なほど、素早く動いています。何をそんなに急いどるんやろな。別のところで、また見つけました。今度は、大きいのと小さいのが、2個体で歩いていますね。見つかるところでは、続けてたくさん見つかる傾向があるウミウシなので、餌や水温によって、たくさん出てきたり、いなくなったりするんやろな。赤エラミノウミウシを見つけました。この個体の体長は1センチくらいでしたが、3センチくらいの大きな個体も結構いるようです。相模湾の磯遊びで見られるミノウミウシの仲間の定番だったのですが、なぜか今シーズンはほとんど出会うことがなく、今回初めて出会いました。餌の環境や水温の環境が今シーズンは合わなかったんやろか。カメラ目線をいただきました。ウミウシの正面顔もなかなか味わい深いですね。海藻にくっつきながら、波に揺られて翻弄されているウミウシがいました。流紋色ウミウシです。真鶴のいつものタイドプールで、シーズンに1回は見かけているウミウシです。シーズンに1回くらいしか見ないのに、なぜか、毎回こんな感じで、海藻にくっついて翻弄されています。おお。なんかうまいこと、体を安定させることができたようです。青と黄色の縁取りに、流れるような黒い縦縞と、かなりおしゃれなウミウシですね。触覚が、オレンジ色なのも美しい。どうやら、安定した場所に、無事に移動できたようです。よかったねー。この画面に、ウミウシが映っているのが、わかりますでしょうか？画面中央の、白いモコモコしたやつが、イナバミノウミウシの、ミノの部分です。白いモコモコの左側に、触覚があるのがわかりますでしょうか？体長3ミリ程度の、極小のウミウシなので、なかなかピントが合ってくれません。
この角度だと、少しわかりやすいですね。小さなウミウシを探すのも、楽しいですよ。黄色と青が美しい、フジエラミノウミウシを見つけました。実は、2匹いたんやな。フジエラミノウミウシは、大きくても8ミリ程度の、極小のウミウシなのですが、黄色と青が鮮やかなので、そこにいれば、見つけられると思います。左の個体が、右の個体に近寄っていってますね。少し様子を見てみましょう。かなりのんびりペースなので、少しカットしましょう。たどり着いた。なんか、ビクッとしましたね。この後、降雪が始まるかと思ったのですが、右側をよく見ると、卵があるので、ビクッとした個体は、すでに産卵を終えた、後のようです。残念でした。色味のウミウシです。磯遊びで遊ぶような、浅いところを好むウミウシで、数も結構たくさんいるので、初めてウミウシを探す方は、まずは色味のウミウシを探してはいかがでしょうか。あまり可愛いタイプの、ウミウシではありませんが、色味のウミウシに似ていますが、こちらは、サラームミのウミウシです。触覚が、ネジ状になっているか、つぶつぶ状になっているかで、区別されます。ちなみに私は最近まで、サムウラミのウミウシと、名前を間違えて覚えていました。石の裏側に、ヤツミのウミウシを見つけました。こちらも、色味のウミウシと同じくらい、浅いところでよく見かけるウミウシですが、大きくなっても1センチ程度と、サイズが小さいので、見つける難易度は、色味のウミウシより、かなり高いです。やっぱり地味やな。ヤドカリが、こっちを見ています。この紅白のヒゲや、足の模様は、ヤマトホンヤドカリですね。この個体は、3センチくらいの、よく見る大きさですが、10センチくらいの、でっかいサイズのやつも、たまに見かけます。ゆっくりと歩く姿が、どこか可愛いですね。サザエのような、入り口が広い貝殻が、お好きなようです。体の大きさに合わせた貝殻が、よく見つかるものだなぁと、いつも思います。足が長くて、なんだかかっこいい感じの、カニを捕まえました。多分、ノコギリガニだと思います。ノコギリガニは、甲羅にいつも海面をたくさんくっつけて、擬態しているので、こんなに裸に近い状態のやつは、初めて見ました。おお。元気やな。逃げようと思っても、そうはいかんぞ。他の種類のカニと比べて、爪が小さいですね。多分、小さい方が、海面を切り取りやすいんやろな。3センチくらいの大きさのエビが、たくさん群れています。イソスジエビです。浅いところを好むエビなので、タイドプールで、一番よく見かけるエビだと思います。エビの中では、比較的動きが遅いので、磯遊びに来た、子供たちにも、よく捕まえられているようです。そこら辺にいるエビですが、実は、唐揚げや、かき揚げにして食べると、とても美味しいエビです。いかがでしたでしょうか？今後も海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。